オーロラは太陽から届いた粒が地球の空気にぶつかり、その空気の粒の方が光っている現象です。見えるのは北と南の極の周りだけです。極地の夜空を音もなく舞う緑や赤の光のカーテン。オーロラはなぜ光、なぜ北と南でしか見えないのか。宇宙の不思議研究所。今日はオーロラを順番に見ていきます。極地の夜空に音もなく揺らめく光。オーロラです。緑や赤の光がカーテンのように空いっぱいに揺れ動きます。その不思議な美しさから昔の人々はなんか不吉なことの前触れではないかと恐れました。でもその正体は宇宙にあります。オーロラの物語は遥か1億5000万キロ彼方の太陽から始まります。太陽からは絶えず電気を帯びた小さな粒が四方八方へ吹き出しています。これを太陽風と呼びます。その太陽風は宇宙空間を渡って地球にも絶え間なく吹きつけています。でも地球には見えない盾があります。地球そのものが持つ大きな磁石の力、磁場です。この磁場が降り注ぐ太陽風の粒を大きく脇へ反らします。だから私たちは守られています。ところが磁場の力の線は北と南の極で地面に向かって潜り込んでいます。そこから粒が入り込めるのです。反らされた粒の一部は極のあたりで磁場の線に沿って大気の高いところへ滑り降りていきます。高いところまで降りた粒は空気を作る酸素や窒素の粒に勢いよくぶつかります。ぶつけられた空気の粒はそのエネルギーを光に変えて放ちます。これがオーロラの光の正体です。実はこれはネオンサインが光るのとよく似た仕組みです。気体に力を与えるとその気体ならではの色で光るのです。最もよく見える鮮やかな緑。これは高さ100キロあたりの酸素の粒が出す光です。さらに高い200キロを超えるあたりでは同じ酸素でも赤い光を放ちます。空の上の方が赤く染まります。そして青や紫がかった色は窒素の粒が出す光です。オーロラの色は粒の種類と高さで決まります。オーロラがひらひらとしたカーテンに見えるのは磁場の線が縦に並んでいるからです。光も縦に筋を引きます。そのカーテンがゆらゆらと動くのは宇宙空間の磁場や粒の流れが絶えず揺らいでいるからです。オーロラが北極や南極の周りでよく見られるのはそこが粒の入り口になっているからです。宇宙から地球を眺めるとオーロラは極を取り巻く大きな光の輪として見えます。太陽の活動が活発になり大きな爆発が起きると太陽風が強まりオーロラも激しく広がります。そんな時は普段は見えないもっと南の空でもオーロラが見えることがあります。強い太陽風は美しさだけでなく人工衛星や電気の設備に支障を与えることもあります。そこで太陽の活動を絶えず見張り太陽風の到来を前もって知らせる仕組みが作られています。オーロラを見た人がパチパチという音を聞いたという話もあります。でもその正体はまだはっきりしていません。オーロラは地球だけのものではありません。磁場を持つ木星や土星にも大きなオーロラが輝いています。特に木星のオーロラは地球のものよりはるかに大きく強力です。巨大な磁場が生み出しています。惑星ごとに大気の成分が違うため、オーロラの色や見え方もそれぞれに違います。地球のオーロラが光るのは
地上からおよそ100キロより高い場所。飛行機が飛ぶ高さよりずっと上です。つまりオーロラは地球の大気と宇宙とが触れ合う境目で生まれる光なのです。太陽が粒を放ち、地球の磁場が受け止め、大気が光を放つ。オーロラは太陽と地球の合作なのです。大昔の記録にも赤く染まった夜空の話が残されています。当時の人にはさぞ不思議だったでしょう。今では太陽の観測から数日先のオーロラの出やすさをある程度予報できるようになってきました。一生に一度は見たいと言われるオーロラ。その正体を知ると光の一つ一つが宇宙からの頼りに思えます。オーロラは北極や南極に近い高い緯度の地域でよく見られます。暗く晴れた夜が条件です。写真や動画ではなかなか伝わらない生きているようなゆっくりとした揺れ。実際に見ると忘れられません。力を帯びた宇宙の粒が空気にぶつかって光る。そう知って見上げるとオーロラはまた違って見えます。オーロラは地球が大きな磁場を持ち、大気に守られた生きた星であることの証でもあります。光を見るとき、私たちは1億5000万キロ先の太陽と確かにつながっているのです。もしオーロラを見る機会があったら、それは宇宙と大気の静かな対話を目にする瞬間です。オーロラはいつ現れるかをある程度前もって知ることができます。その理由は太陽から地球までの距離にありました。太陽が爆発を起こしても、その粒が地球に届くまでには2日から3日ほどかかります。だから先に光で気づいて備えられるのです。1859年、記録に残る最も大きな太陽の嵐が起きました。世界中の電信が使えなくなり、低い緯度でも空が赤く染まったといいます。同じ光は南半球にも現れます。南極の周りで舞うものは南極光と呼ばれ、北の光とほぼ同じ形で同時に輝いています。人の目は暗いところで色を感じにくくなります。だから写真では緑が鮮やかでも肉眼では白っぽく見えることがあるのです。私たちが眠る今この時も地球のどこかの極でオーロラは静かに舞い続けています。太陽が放った粒が地球の磁場に導かれ、大気にぶつかって光る。オーロラは太陽と地球の静かな合作です。今日の話が面白かったら、高評価とチャンネル登録で応援してください。次回も宇宙の不思議をお届けします。またお会いしましょう。